人それぞれ体のことなのでいろんな悩みがあったり、割と大きなブラ革命を起こすことになりました。形とかもすごいボコボコっとしててフィット感もなかったし。どうも美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。現在完売中のミンブラ、改めミアのエッセンシャルナイトブラですが、いよいよ再販日が決まりましたということで、今日はですね、今更聞きにくいけどみんなで作るナイトブラってそもそも何っていう、途中でこのプロジェクトを知ってくださった方や、今日初めてそんなの作ってたんだって知ってくださった方のために、ホームページにもまとめてあるんですけど、一つ一つね動画を見ていくのは大変だと思いますので、約2年間にもわたるミンブラの歴史をギュギュッと1本にまとめた動画を撮っていきたいと思います。動画の最後にはプレゼント企画のお知らせと、また部員さん参加型の会議のお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴー。はい、じゃあまずそもそもどうしてみんなで一緒にナイトブラを作ろうっていう話になったかというと、こちらの動画で案件じゃないルームブラ、ナイトブラ紹介をしてて、自分の本当のおすすめを話してたら、やっぱいいものって安くはないなと思いまして、できれば大手さんに負けないくらいのこだわりや高品質を残したまま、ブランド代だけをそこから抜いた高額すぎないナイトブラを作ってみたいなっていうことを動画の中でポロッと言ったことをきっかけに、本当に作ってほしいですっていうコメントをたくさんいただいて、それを企業さんが見てくださっていて、うちと一緒に本当に作りませんかってお声掛けいただいたことがきっかけです。コメント欄だけだとやっぱりノリで言ってくれてるだけかもしれないから、こちらの動画で1週間で2000件以上アンケートに答えていただいたら実際に動き出せますよっていう審査にかけられまして、ノリでコメントを書くよりアンケートに一つ一つ答えるってめんどくさいじゃないですか。そういうめんどくさいことをやってくれる方イコール本当に欲しいと思ってくれてる人なんじゃないかっていう風に見られるようで、でもコメント欄もそんな2000件も来てないのに、ちょっと難しい話なんじゃないかなと思ってたんですが、なんと2000件は24時間以内に達成していたということで、企業さんもアンケート時点でこんなに期待の声をもらえているのは珍しいことだって、みんなのパワーを認めてくれて、無事プロジェクトが始動することになりました。で、そこからより詳しくどんなナイトブラが欲しいかっていうアンケートを募集したところ、またたくさん答えてくださって、そんなアンケートを一件一件見ておりましたら、本当に人それぞれ体のことなのでいろんな悩みがあったり、私は白とかピンクとかが使いやすいかなとか、女の子だしそういう色が好きかなとか思ってたんですけど、アンケート取ってみると黒がダントツで一番人気っていうことを知ったりだとか、レース付きがやっぱり可愛いけど敏感肌の方の悩みからすると少しでも肌に当たると痒くなっちゃうんですっていう方の意見が多かったりとか、これは私の自己満のオーダーメイド商品みたいなのを作るより、せっかくみんなの声によって生まれた企画なわけだし、ネットも普及してよりスピーディーにみんなの声が聞けるようになった時代なので、この企画のコンセプトはみんなで作るナイトブラにしたいなという風に決めて、企業さんにもこうよくある企業さんのプロジェクトにインフルエンサーが名前を貸すだけとかじゃなくて、私も一社員ですよくらいの勢いでズカズカとね会議に入っていって、企業さんに丸められず、むしろ我々の意見を伝えていくっていう、企業さんからしたら非常にめんどくさいインフルエンサー出てきたっていう感じだったと思うんですけど、だんだんね我々の熱意が伝わったみたいで、チームのみんなもすごく真剣に作ってくれてますし、むしろ私より熱量が高いんじゃないかってぐらい、夜中でも「皆さん確認してください」って連絡してくださったりとか、工場の方もね、なんかすごくいい商品ができる気がします、いい商品ができる時私わかるんですみたいな。私オタクって呼ばれる方たちって大好きなんですけど、工場さんとかね、そういう専門職の方ってもう下着オタクの方たちだと思うので、オタクの熱量高めにこだわり抜いて商品作り頑張っています。ちょっと熱い思いを語りすぎましたね。ここからはそんなみんなの思いをもとに工場さんがサンプルを作ってくださってるんですけど、サンプルもね本当は3枚までだったら予算内で組めますよっていう約束だったんですけど、どうしても部長のこだわりが強すぎて自腹切るのでもっとたくさん作ってくださいってお願いして、もうね10枚以上は作ってくださっているサンプルが今日は手元にありますので、これをね着ていきながら進化の過程をたどっていきたいと思います。懐かしいな、こんなだったなファーストサンプル。最初はねみんなのアンケートで一番人気だった黒で、レースもあんまり肌に当たらないようにつける構造にしたんですけど、生地はいいけど縫い目が気になるぞみたいな状態で、あと形とかもすごいボコボコっとしててフィット感もなかったし、あと脇布も今と全然違う位置についてますね。ただ脇のところに
綺麗に正三角形がついているような状態だったけど、今はもっと腹乳の位置に合うように汗わきパッドじゃなくてこの腹乳をこっちにやってくれるような感じにしてくださいって。懐かしいな。そしてそんな制作裏風景だけじゃなくて、こちらの動画ではサイズについてのアンケートも募集しました。というのも、皆さんのナイトブラに関するお悩みの中でダントツで多かったのがサイズによる問題で、サイズ表通りに選んだんだけどなんかフィット感が弱いとか、ぴったりしっくりくるサイズになかなか出会えませんっていう声がすごく多かったので、サイズについてすごく調べました。その結果、なんと国家レベルでこれはまずいぞっていう問題を見つけてしまいまして、皆さんがサイズ表がしっくりこないって言ってるトップとアンダーの差によって何カップですよって書いてある、よく見かけるサイズ表がなんと昭和から改定されていなくて、食文化とかが変わった現代の令和の女性の体にはなかなかフィットしにくくなっているという詳しいことについてはこちらの動画で語っているので、これなんとかしたいけどさすがに私の力で国は動かせないので、せめてこの皆さんがたくさん協力してくれる状態にあることを生かして国のサイズ表通りのカップをつけてみたら大きいのか小さいのかどう感じるのかっていうことを何千件も答えてもらったデータをもとに計算して、令和の体により合っているであろうサイズ表をミヤ独自のオリジナルサイズ表を作って商品展開していくっていう、まさかの割と大きなブラ革命を起こすことになりました。工場さんもね、基本はもうすでにある型を使って商品展開した方がスムーズでめんどくさくないんですが、部長が型紙から物申させていただいて、工場さんからすると非常にめんどくさいオーナーがやってきたっていう感じになってしまったんですが、優しい工場さんがね、すごく丁寧に対応してくださったおかげでミヤでは独自のオリジナルサイズ展開ができております。なかなか市販の商品では無視されてしまうレアゾーンさんも救いたいっていう思いで7サイズまで展開を広げていったので、もちろんね、それでもサイズの問題っていうのは人それぞれ微妙に違う部分もあったりするので、全ての方に 100% ぴったりのサイズをお届けするっていうのは難しいことだと思うんですが、今のところサイズ今まで会ったことなかったけどすごくフィットするものに出会えたっていうレビューコメントとかもたくさんいただいてるので、さらに精度を高めていきながら安心せずね、より良いものを目指していきたいと思います。続いてこちらの動画ではファーストサンプルの改善点を生かしたセカンドサンプル、そしてセカンドから結構大きく変わったサードサンプルを経てフォースサンプルをお願いするまでの流れと、神回動画だと自負しているんですが、正しいワイヤーブラの測り方と付け方についてお伝えしました。ワイヤーブラってナイトブラと関係なさそうじゃんと思うかもしれないんですが、このワイヤーブラの測り方でご自分の正しいサイズを知っておかないと、ナイトブラでも正しいサイズを選びにくくなってしまうんです。なのでご自分のサイズをね、知っている方も知らない方も知っているつもりだけど実は違うかもって不安に思っている方も、ぜひ一度ナイトブラが欲しい欲しくないに限らず見てみてほしいなと思う動画です。で、ナイトブラの方ですが、セカンドサンプルはどこを改善したんだったかな。そうだそうだ、ファーストでこの辺が縫い目がボコボコ当たる感じが嫌だなって、まるっと上からまた柔らかい布でカバーしてもらって、この上が引っ張り上げられる感じが弱いって言ったので、ここにパワーネットを入れてもらったんだけど、それをさらに肌当たりよく布で包んだことによってめっちゃ熱いってなったんだ。あと脇布の角度もなんかちょっと変わってるけどちっちゃいな。そしてせっかくパワーネット入れてもらったけど、布で包んでたら結局伸びも微妙で、あとレースも極力肌に当たらない位置にとは言ったものの、これじゃ結局肌にちょっと当たるじゃないかっていうことでレースの位置をね変えようっていう風になって、結構大幅にデザインチェンジ行われたのがサードサンプルです。サードが予算内の最終サンプルだよということで、工場さんがサービスして2枚作ってきてくださったんですよね。この背中の部分の高さが深いものと低いもの、また肩紐の幅も太いものと少し細くしたものと、デザインはね完成形と似てるんですけど、この部分にもまだレースを使っていた頃で、結局脱ぐ時とかガサガサ当たって痛いっていうことに気づき、ゴムの素材とか糸の素材もここで大きく変えてもらいました。そうそう、ここの部分もね、この時はパワーネットが入ってなくてレース1枚のみだったんですよね。で、
これが最終サンプルですよ感が正直すごくチーム内からの圧を感じていて、これ以上部長文句言うなよ、これでゴーサイン出せよっていう感じがすごく伝わってきてたし、実際にその会議室で着てみた感じはセカンドよりすごく良くなっていて、着け心地はその瞬間はとても最高だったし、まあこれで5を出してもいいんじゃないかな、てか出した方がいい感じするよなっていうのがひしひしと伝わってきてたんですけど、でもそんな内部から部長がどう思われるかより、私は部員の橋渡し役なので、そこのメンタルは強く持っとかないといけないと思って、一旦ちょっと待ってくださいと、このまま素敵だけど持ち帰らせていただき、1日これで寝てみて判断させてくださいって言ったところ、まさかのめっちゃクレーム出すっていうここでちょこっとした修正点とかだったら逆にもうめんどくさいなって思われたかもしれないけど、もうこれも嫌だ、これもこうしてほしい、ここもやっぱりちょっと嫌だみたいな、これもあれもそれもこれも嫌だっていうのを伝えたので、もうここで多分チームの気持ちは吹っ切れてくれたと思います。それによって本当は夏休みくらいにね販売予定だったんですけど、夏には販売できませんよって言われても、部長はそれでいいって決めて、夏休みの方が売れやすいとかね、いろいろあったと思うんですけど、期限を重要視してなんか中途半端な状態で商品をお届けするっていうのが性格上どうしても無理だったので、ここから予算外になると思うんで、も自腹出しますって言って、サンプルもここから倍以上作ってもらって、見た目としてはねほぼ一緒なんですよ。でもすごく細かい部分が変わっていったおかげで、全然つけ心地とか寝て起きた感じのずれなさ具合とかもうほんと変わったので、時間もお金もかけてよかったなと私は思っています。そんなこんなでフォースサンプルを作ってもらって、ここでサンプルを作っていただいてる工場見学に行った動画もアップしました。でこの動画では本当は作られていく過程を工場ツアーのような感じでお届けしようと思ってたんですが、その見学中にも部長がまた細かいこと言い始めて、このお胸の部分のわかるかな、この真ん中の縫い目がなんかこうボコつきがあって丸まっていったりするというか、こうなんかここもうちょっと平らにできないもんかなっていうのを工場の中でポローっと言ったら、すぐさまねプロが対応してくださって、もう秒でじゃあ13にしましょうとか22にしましょうとか、なんか専門用語が飛んできて、もう全然縫い方で変わって、もう感動しました。そうそう、これを言いたかったみたいな、工場見学中にも進化するっていう、いやほんとプロはすごい。でそんなおかげでもう外側のデザインはほぼほぼ完成形に近づき、あとこの中の秘密構造はどの段階で変更したんだったっけな、もうこれだけあるとどこでどういう進化を重ねたかは分かんなくなってきたんですけど、このスケスケレース1枚だった部分も薄いパワーネットを入れることで指引っ掛けて破れにくくもなったし、しっかりフィットして支えられるようにもなったので、次の8枚目9枚目くらいで完成形にたどり着いたかな。そんな頃動画ではユーザー思考とナチュラル思考っていう2つのコンセプトをお伝えして、ブランド名をね募集しましたね。ユーザー思考っていうのは部長の自己満の商品を作るとか、企業さんに名前を貸すだけのインフルエンサービジネスとかじゃなくて、みんなの声を中心にみんなと一緒に作っていくブランドですよっていうことと、ナチュラル思考っていうのは、肌に優しい素材とかはもちろんですけど、こう厚盛りパッドとかで盛れるように見た目重視のブラを作るとかじゃなく、私の動画を見てくださってる方はバストアップに興味がある方が多いと思いますので、バストアップはやっぱりマッサージなどでね血流を良くして栄養分が入ってきやすい状態を作らないといけないので、こう厚盛りパッドとかをつけたまま血流圧迫させながら寝るっていうのは本質的に考えるとあんまりバストアップにはおすすめしたいブラではないなと私は思っているので、そういう無理な圧をかけずに適度に重力からはしっかり守って支えてくれるっていうような、より自然体にご自分のお胸をきれいに見せるっていう意味でナチュラル思考っていうコンセプトを掲げました。でそんなコンセプトをもとにたくさんね、もう本当にいいアイデアを送っていただきまして、部員参加型のズーム会議で最終決定を行いました。その結果
ミオプラスアウアー、私たちのを合わせたミヤーという素晴らしい名前に決定しました。そしてここまでのサンプルは全て部長のオーダーメイド状態のサイズ感で作っていたので、ここから一般的なサイズ展開を広げていくために、まずスタッフ内試着会を行ってサイズ感の微調整を行って、その後ユーザーである部員さんもわざわざ六本木ヒルズまで来ていただいてユーザー試着会を行って最終的なサイズ感だったり微調整を行わせていただき、ついに完成という流れでございます。いやー、最初のね案件じゃないナイトブラルームブラ紹介の動画を出してからここまで約2年、最初の第1弾商品っていうのは時間がかかるものだよって企業さんにも説明されていたんですが、こんなにかかるとは2年も経ってたら最初の頃を応援してくれてた皆さんもいなくなっちゃったんじゃないかなって不安な気持ちもあったんですが、ドキドキしながら先日先行発売一般発売とさせていただきましたところ、まさかの即完売ということで本当にありがとうございます。一般発売はね完売させる予定じゃなかったので、また新たな問題が出てきてしまったんですけど、急ぎ工場さんに追加発注をかけてもらって、タイミング的にお正月とかご時世的な問題とかもあって再販がね大変お待たせしてしまったんですが、ようやくまとまって準備ができましたので、来週の3月11日の夜20時30分から再販されます。再販リクエストを送っていただいた分の倍以上ご用意させていただいたとのことですが、ありがたいことに口コミなどでも広げていただいているので、なるべくまたリアルタイムに参戦していただいた方がいいかもしれません。で、リアルタイムに来ていただいても購入ボタンを押した瞬間に決まるわけではなくて、そこから枚数だったりサイズだったり、ご住所だったりを入れていただく必要があるので、その記入の途中で売り切れちゃったっていうことが前回もたくさんありましたので、サイズなどは事前にこちらの動画でご自分のサイズをチェックして、購入の仕方だったり他にもよくいただく質問にも答えているので、ぜひ事前にこの2つはチェックした上で、また30分前から YouTube ライブでカウントダウンもしていきますので、リアルタイムにお集まりいただけると嬉しいです。で、今回は一番人気のブラックのみの再販になりますが、皆さんのおかげでねカラー展開や補正ショーツなどもすでに動き出しているので、また YouTube だったり公式ミアの Instagram だったりで進捗はお届けしていきます。はい、という感じでちょっと長くなってしまいましたが、ミンブラ、みんなで作るナイトブラ、改めミアのエッセンシャルナイトブラって何っていう疑問は晴れましたでしょうか。今知ってくださった方もね、今からでももうどこからでも参加大歓迎なので、一緒に素敵な美ボディウェアを作っていきましょう。それでは最後にお知らせです。ミア公式インスタグラムの方でバレンタインに引き続きホワイトデーでもキャンペーンを行うことになりました。ホワイトデーって部長の誕生日でもあるので、逆プレゼント企画です前回はねナイトブラが完売していたので、私の書籍にサインを書かせていただいてプレゼントをさせていただきましたが、今回はもうナイトブラが再販されますので、なんと5名様にナイトブラがプレゼントされます。応募方法は前回と同じで、ミアの公式インスタグラムをまだフォローされていない方はフォローしていただいて、フィード投稿に上がるホワイトデープレゼントキャンペーンの投稿にいいねするだけです。あとその投稿をストーリーズにリポストすると当選確率がアップするとのことです。たくさんのご応募お待ちしております。そしてもう一つのお知らせが、みんなで作るナイトブラの次はみんなで作る補正ショーツということで、前回こちらの動画で部長がまたショーツをね履きまくって、ファーストサンプルからセカンドサンプルを発注する様子をお届けしましたが、そのセカンドサンプルが間もなく到着するということで、みんなにもそのセカンドサンプルを見てほしいなと思いまして、ちょっとね平日になってしまって申し訳ないんですが、3月16日の水曜日に部員参加型ミアショーツ会議を行いたいと思います。で、実際にセカンドサンプルを履いて見ていただこうと思うんですが、ちょっと YouTube ライブでこうショーツ履いて脱いでっていうのコンプラ的にどうなんだろうと思ってきましたので、実際にリアルタイムで試着してる様子はインスタグラムのライブを鍵付きで行いますので、インスタグラムフォローしてくださってる方はそのライブに参加することができる感じになってるので、部員さんだけが見れる状態のインスタライブでちょっと試着の様子をお届けするっていう試みをしてみたいと思います。で、その後 YouTube ライブの方でも実際に履くわけじゃないけど、ちょっと写真とかを出して一般公開もしていこうかなという感じです。お時間についてはつい先ほど YouTube のコミュニティにアンケートを流しましたので、その結果次第で決めていきたいと思います。はい、という
ことで今回はちょっと長くなりましたが、みんなで作るナイトブラとは何ぞやということで、約2年間の歴史を1本の動画にまとめさせていただきました。よかったよと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントで感想やリクエストもお待ちしています。ではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。